エモエモ。こんにちは、えもこです。今回はパソコンなしで使えるワコムのプロ向けお絵描きタブレットワコムムービングパッドプロ14を自腹で購入したので、いいところ気になるところを正直にレビューします。前にレビューしたムービングパッド11は安い代わりに性能が控えめでしたが、今回はプロモデルとして大幅にパワーアップしているみたいなので、普通のムービングパッドや iPad Pro とも比べながら実際にお絵描きして使い心地を詳しくレビューしてみます。それでは早速開封していきましょう。付属品は説明書、ケーブル、スタイラスペンが入っていました。本体は少しグレーがかった白で、表面がエンボス加工されていて安っぽさがなく、おしゃれ家電のような高級感があります。作りもしっかりしていて IP52 の防塵・防水にも対応しています。裏側にゴム足がついていて、絵を描くときにガタガタ動かないのが嬉しいです。画面サイズは14インチ、比率は16対10で iPad Pro 13インチよりも少し横長になっています。厚さは 5.9mm、重さは 699g で iPad Pro より 100g くらい重いですが、画面サイズを考えれば十分軽くて持ちやすいです。ペンは iPad みたいに本体にくっつかないので、ペンの収納には別売りのケースが必要です。このタブレットの特徴は、ペン入力と関係ない機能をバッサリ省いて価格を落としているところで、表にも裏にもカメラがついていません。なので資料を写真に撮ってトレースしたりとか、オンライン授業や会議でビデオ通話したりとか、X のようにカメラが必須のアプリも入れられないみたいです。普通のムービングパッドの方にはカメラがついていて、特にそういう制限はなかったので、プロモデルの方ができることが少ないというちょっとちぐはぐな感じになっています。顔認証や指紋認証も省かれていて、スリープ解除のたびにパスコード入力しないといけなかったり、充電器も入っていなくて自分で用意する必要があります。そんな感じでお絵描きと関係ない機能が省かれているので、普通のタブレットとしては少し使いにくそうです。その分ペン入力はやりやすくなっていて、ペンを画面に当てるだけでお絵描きアプリのワコムキャンバスが起動して描きたい時にすぐに描けるようになっています。アプリの機能も前のムービングパッドの時より良くなっていて、選べるペンの色が増えたり、ピンチ操作でズームできるようになったり、使いやすくアップデートされています。描いた絵はワコムシェルフに自動で保存してくれて、前は描いた絵が消せなかったけどちゃんと消せるようになっていました。ただ機能としては必要最低限で、 iPad のメモアプリと比べるとできることが限られるので、ペンを画面に置いた時に起動するお絵描きアプリを自由に変えられるといいかも。クリップスタジオで続きから書ける機能もありますが、その時にパスコードを入れないといけないのが少し面倒なので、外に持ち運ばない人でセキュリティをあまり気にしない人は、設定アプリでロック解除延長をオンにするとパスコードを4時間くらい入れなくてよくなるので、設定しておくと良さそうです。お絵描きアプリはクリップスタジオが最初から入っていますが、プレイストアから他のお絵描きアプリも入れられます。クリップスタジオは有料ですが、購入特典でクリップスタジオのデビュープラン1年分か EX プラン6ヶ月分が無料でもらえるので、買ってすぐにお絵描きできます。画面は普通の液晶よりも綺麗な有機 EL で、プロ向けの液タブと同じくらい高性能なので、お絵描きタブレットの中ではかなり綺麗だと思います。普通のムービングパッドは有機 EL じゃない普通の液晶で、バックライトの明るさにムラがあったので、画面の端の方が暗いのが気になりましたが、ムービングパッドプロの有機 EL は画面の明るさを1ピクセルずつ変えられるので、画面の隅々まで同じ明るさでとても綺麗です。解像度も高くて表示が細かいので、画面のドット感がほとんどなくて小さな文字も読みやすいです。リフレッシュレートも iPad Pro と同じ 120Hz で、普通のタブレットの 60Hz より表示の書き換えが早いので、画面を早く動かした時や線を描いた時の残像も少ないです。可変リフレッシュレート対応で、画面があまり動いていない時は自動でリフレッシュレートを下げてバッテリーも節約してくれるみたいです。大きさが iPad Pro 13インチを横長にした感じなので、
クリップスタジオのツールパレットを左右に表示しても iPad よりキャンバスが狭くならないのは嬉しいです。画面がアンチグレア加工されていて映り込みが少なくお絵描きに集中できそうです。表面がサラサラしていてタッチ操作やペン入力もしやすいです。普通の光沢タイプの画面は周りのものが映り込んで別売りのフィルムを貼らないといけないので最初からアンチグレアなのは嬉しいです。アンチグレアの画面は映り込みが少ない代わりに普通の画面より白っぽく見えるデメリットもありますが、ワコムの新技術で白っぽさが抑えられていて白っぽさもそんなに気にならないです。最大輝度は900ニトで普通の画面よりも明るくできるので外でお絵描きする時も普通のムービングパッドより見やすいです。画面が大きくて綺麗なので動画も快適に見られますが、スピーカーの音が低音弱めで少し軽い感じなので、せっかく映像が綺麗なのに音は普通なのがちょっともったいないです。次はペンの書き心地をチェックしてみます。このタブレットのすごいところはパソコン用の何十万円もする液タブと同じプロペン3が使えるところです。お絵描きに特化したペンなので充電不要でとても軽く長時間お絵描きしても疲れにくくなっています。上側を外すと3種類の返芯が入っていて好みに合わせてペン先を交換できたり別売りのパーツでペンの太さや重さも自分好みにカスタマイズできるみたいです。ペン先はフェルト芯で適度な抵抗感がありツルツル滑る感じがなくてとても書きやすいです。iPad Pro と比べるとガラスに少し厚みがあってペン先と線が少し離れて見えますが上から見る分にはほとんど気にならないし画面端のカーソルのズレもほとんどありません。ペンを置いただけのような軽めの筆圧でも書けるので筆圧をシュッと抜くような線も綺麗に書けました。筆圧感知レベルは8192段階でペンを押さえる強さでアナログの筆みたいに線の太さや色の濃さを細かく調整できます。傾き検知にも対応していてペンを傾けて鉛筆を寝かせたような線も綺麗に描けました。重いブラシを太くした時は少し処理落ちしますが普通のブラシはサラサラ描けて遅延も気になりません。線をゆっくり斜めに引いた時のジッターも少ないしペンの沈み込みも気にならないです。ペンの書き心地はお絵描きタブレットの中ではかなり書きやすいと思います。別売りの鉛筆風のペンも使えましたが軽めの筆圧だとたまに線が途切れるので特にこだわりがないなら付属のペンを使うのが良さそうです。一つだけ気になるのがパームリジェクションの精度が iPad みたいに高くないところです。パームリジェクションはペンが画面の近くにある時に手が当たっても誤作動しにくくなる機能ですが初期設定だとペンを画面から少し離しただけだとタッチ操作が反応しないままなので書き間違えて2本指タップで一つ前に戻りたい時やキャンバスを回転しながら書きたい時に毎回ペンを大きく離さないといけないのが気になりました。iPad は画面からペン先を少し離すだけでタッチ操作できるので iPad から乗り換える人は気になりそうです。ただ最近アップデートでワコムラボにパームリジェクションをオフにできる機能が追加されてワコムラボでペン使用時のタッチ操作をオンにすると iPad みたいにペンが画面の近くにあってもタッチ操作できるようになりました。その代わり手が画面に当たった時に誤作動しやすくなりますがお絵描き用の手袋を使って誤作動を防止すれば iPad と同じようにペン先を少し離すだけでタッチ操作できて快適です。なので iPad に慣れている人はワコムラボの設定を変えて手袋を使うと書きやすくなると思います。手袋を使いたくない人はクリップスタジオの環境設定タッチジェスチャーで指でツールを使用をオフにすればたまに勝手にアンドゥするけど誤作動がだいぶマシになります。iPad は手袋なしでも誤作動しにくいので次のバージョンではパームリジェクションをオフにしなくても iPad みたいにペンとタッチ操作の両立がしやすくなると嬉しいです。設定を変えずに手袋なしで使いたい人は左手デバイスのタブメイトやテンキーも使えるのでタッチ操作をボタンでやるようにす
ると作業しやすくなるかもしれません。次はどのくらい重たい作業ができるのか検証してみます。性能は普通のムービングパッドから大幅アップしていて、Android のバージョンも新しい方なので、今のところほとんどのアプリが快適に使えそうです。ストレージ容量も 256GB で余裕があるし、SD カードで後から容量も増やせるので、すぐに容量不足で困ることもなさそうです。重たい 3D ゲームも画質をあまり落とさずに遊べますが、性能は7から8万円のタブレットと同じくらいなので、高画質にすると少し駒落ち感があります。普通のアプリはサクサク動くので、普段使いで困ることはなさそうですが、本体の性能は iPad Pro の方が3倍くらい高いので、ゲームを高画質で遊んだり、動画編集も快適にやりたい人は iPad Pro の方が向いていそうです。次はクリップスタジオのレイヤー枚数を何枚まで増やせるか、いろいろな解像度でチェックしてみます。レイヤー枚数はメモリの容量が多いほどたくさん使えますが、このタブレットは iPad Pro と同じ 12GB で、普通のムービングパッドの 8GB より 1.5 倍多いので、その分使えるレイヤー枚数も多くなっています。公式サイトだと A4 サイズ 300dpi で約150レイヤー、A4 サイズ 600dpi で約100レイヤーまで使えるみたいですが、公式サイトは少し控えめに書かれているので、実際はもう少しレイヤーを増やしても大丈夫そうでした。メモリは普通に作業するだけでも少しずつ使われるので、長時間作業するとレイヤー枚数が少なくてもメモリ不足の警告が出ることがあります。特に他の重たいアプリを使った直後は、他のアプリがメモリを使っていて警告が出やすくなるので、すぐに警告が出た時は裏側で動いているアプリを完全に閉じると警告が出にくくなります。iPad はこのあたりを自動でやってくれるので、同じメモリ容量でも使えるレイヤー枚数は iPad Pro の方が少し多いです。普通のムービングパッドよりも使えるレイヤー枚数が増えたおかげで、A4 サイズのイラストならラフから完成まで快適に描けそうですが、B5 サイズ 1200dpi のような高解像度だとキャンバス操作でカクついたり、レイヤー20から30枚くらいですぐにメモリ不足の警告が出てしまいます。本体の性能が7から8万円のタブレットと一緒くらいなので、高価なパソコンで作るような高解像度の漫画や商業ポスター、アニメやライブ 2D など数百枚のレイヤーを使うような重めのイラスト制作をこれ1台で完結させるのは少し難しそうですが、3D デッサン人形もスムーズに動くし、イラストのラフから線がある程度の色塗りまでならほとんどの人が快適に使えそうです。パソコンを持っている人は動きが遅くなってきたら続きをパソコンで書くみたいに組み合わせて使うと良さそうです。画面の発熱はケーブルをつないでいないときは気にならないけど、充電しながら使うとケーブルをつなぐ右側の方が結構熱くなるので、右利きの人はタブレットを逆さまにして使うと良さそうです。ここからは実際にイラストを描きながら、このタブレットのいいところ、気になるところをお話しします。いいところは、お絵描きタブレットとしての完成度が高いところです。軽くて持ち運びやすく、画面も大きく綺麗で、ペンの描き心地もいいので、とても完成度の高いお絵描きタブレットだと思います。気になるところは、画面の色を細かく調整できないところです。iPad Pro やパソコンの液タブは、リファレンスモードやカラーキャリブレーターで画面の色を正確に調整できるので、プロモデルの方にはそういう機能もついていると嬉しかったです。描いた絵をスマホで見ると少し違って見えることがあるので、たまに確認しながら描くのが良さそうです。あと、有機 EL の画面は同じ絵をずっと表示すると焼き付きが発生しやすいので、使わないときはちゃんとスリープするのが良さそうです。気になるところの2つ目は、液タブモードが
使いにくいところです。このタブレットはパソコンにつないで液タブにできる機能もついていますが、まだ開発途中なので設定が少し複雑で、設定アプリで開発者モードをオンにしてパソコンに専用ソフトを入れないといけなかったり、ワイヤレスだと遅延が結構あってケーブル接続でもたまに画面が遅れることがありました。画面のリフレッシュレートも 60Hz に制限されたり、ペンのボタン設定などもパソコン側で変えられないので、今のところは普通にタブレットだけで書く方が快適だと思います。ただ機能としてはすごく便利で、高性能なパソコン用のアプリが使えたり、将来 Android のバージョンが古くなってお絵かきアプリが動かなくなってもパソコンの液タブとして使い続けられるので、今後のアップデートでもっと使いやすくなると嬉しいです。そして一番気になるのが Android のメジャーバージョンアップが未定なところです。ちょっとした不具合の修正アップデートはされるみたいですが、Android 15から16のような大きなアップデートはしてもらえないかもしれないので、製品寿命が iPad みたいに長くなさそうなところが気になりました。普通のムービングパッドの方は価格を安く抑えるために OS のバージョンアップはしない方針みたいですが、プロの14万円はそんなに安い金額じゃないと思うので、プロの方は OS のバージョンアップにちゃんと対応してもう少し長く使えるようにしてくれると嬉しいです。クリップスタジオは最新の4バージョンしか対応していないので、1年以上前の Android 15が使われているこのタブレットはあと2から3年くらいで最新のクリップスタジオが使えなくなりそうです。このタブレットはお絵かきと関係ない機能をバッサリ省いて、ライバルの iPad Pro よりも安く買えるのが長所ですが、お絵かきに特化していることが短所にもなりそうな気がしていて、タブレットは基本的に新しい方が高性能なので、数年ごとに買い替えたい人が多いと思いますが、数年後にクリップスタジオのサポートが終了して新型に買い替えたくなった時に、お絵かきタブレットなのに最新のクリップスタジオが使えなくて、お絵かきに特化していることでカメラや生体認証がなく普通のタブレットとしても使いづらいみたいなことになると、中古で売る時のリセールバリューはあまり期待できないかもしれません。価格を比べると13インチの iPad Pro が26万9800円、Air が18万6800円、ムービングパッド Pro 14が14万4980円ですごく安いのですが、 iPad Pro は7年前のモデルでもまだ最新の OS がサポートされていて、発売から3年くらい経ってもあと4年くらいは使えそうで、買い替えの時に高く売れるので、実は iPad Pro を数年おきに買い替える方が安上がりになりそうな気がします。なのでそのあたりのこともちゃんと考えて納得した上で買うのをおすすめします。ただお絵かきタブレットとしての完成度はとても高くて、3年で割ると1年あたり4万8000円くらいなので、画材として毎日使う人はそこまで割高でもないかなと思います。もし OS がアップデートできない場合は、買うのが遅くなるほど製品の寿命が短くなるので、早めに買って少しでも長く使うのが一番コスパが高そうです。 iPad や Galaxy Tab は OS のアップデートを最低でも5年くらいはしてくれるので、ペンの書き心地よりも長く使える方がいい人はそちらを選ぶのがいいと思います。普通のムービングパッドは安い代わりにアップデートできないのは仕方ないけど、プロの14万円は決して安い金額じゃないと思うので、プロの方はせめて2年くらいは最新の Android にバージョンアップしてくれると安心して買える人が増えそうな気がします。最近はスマホやタブレットの部品が値上がりしていて、タブレットを気軽に買い替えるのが難しくなりそうなので、製品寿命やリセールバリューを気にする人が増えると思います。IBIS Paint は結構古い Android でも動くので、IBIS Paint ならもう少し長く使えそうですが、せっかくペンの書き心地がいいので、クリップスタジオでも長く使えると嬉しいです。お絵かきタブレットとしての完成度はすごく高いので、アームリジェクションが改善されて Android のメジャーバージョンアップに対応してくれれば最強のお絵かきタブレットになれそうな気がします。このタブレットは家電量販店でお試しできるので、気になる人は
はお店で iPad と書き比べてみてください。このタブレットに向いている人はリセールバリューとかを気にせずに、とにかくペンの書き心地にこだわりたい人に向いていると思います。性能が7から8万円のタブレットと同じくらいなので、プロの人がパソコンでやるような重たい作業には向きませんが、パソコンを持っていてどこでも気軽に使えるサブのお絵かきタブレットが欲しい人にぴったりの製品だと思います。生体認証やカメラがなくて使えないアプリがあったり、Android のメジャーバージョンアップもされないかもしれないので、普通のタブレットとして使いたい人にはあまり向きませんが、パソコン不要でワコムの高性能なペンが使えるのは絵描きにとってすごく魅力的だと思うので、次のモデルでカメラや生体認証、キタブ機能の改善や OS のアップデート保証がついてくれたら最強のお絵描きタブレットになると思います。また良さそうなタブレットを見つけたら買ってレビューしてみるので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントやハイプしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。